メタン、僕はもう諦めたのだ。いきなりどうしたの？また小豆バーが硬くて歯が欠けたとか？違うのだ。人生の話なのだ。今時成功するのは10代や20代の若者ばっかりじゃないのだ。もうずんだ餅の妖精としての旬は過ぎたのだ。あら、何を弱気なことを。世界で最も有名な遅咲きの天才を知らないのかしら？遅咲きの天才？カーネル・サンダースか？もっと昔よ。儒教の始祖、孔子、先生よ。彼が歴史の表舞台に立って大活躍したのはなんと50歳を過ぎてからなの。孔子っておじいちゃんのイメージだけど、若い頃からエリートじゃなかったのだ。全然違うわ。彼は50歳までいわば自称政治コンサルタントの無名おじさんだったのよ。無名おじさんがどうやって大臣になったのだ？気になるのだ。50歳までニート寸前。まず孔子のスペックから整理しましょうか。ずんだもん、孔子の身長ってどれくらいだと思う？昔の人だし、150センチくらいの小さなおじいちゃんじゃないのだ。ブブ、実は9尺6寸、今の単位で言うと約2メートル以上の大男だったと言われているわ。でかすぎるのだ。プロレスラーなのだ。しかも家は貧乏で、若い頃は倉庫番や家畜の管理をして食いつないでいたの。勉強好きで私塾を開いたけど、50歳になるまで定職に就けず、諸国をフラフラしていた時期も長いのよ。身長2メートルのインテリ無職おじさん、近所にいたらちょっと怖そうなのだ。そんな彼に転機が訪れるのが51歳の時、母国であるロという国でいきなり中途の治に抜擢されるの。そこからわずか数年で今の法務大臣にあたる大司公まで上り詰めるわ。スピード出世すぎるのだ。コネでも使ったのだ。異例の大抜擢の裏事情。コネというよりは国のピンチが彼を呼んだのよ。当時野呂国は王様よりも家臣である三官士という3つの家柄が強すぎて国を乗っ取られそうだったの。下克上ってやつなのだ。王様、大ピンチなのだ。そこで王様は考えたわ。家臣の分際で権力を握る奴らを黙らせるには礼儀と秩序にうるさい鬼教師を使うしかない。でね。なるほど。孔子の上下関係を大事にせよっていう教えが王様の都合にぴったりだったのだ。その通り。孔子は政治家になるとその手腕を爆発させるわ。彼の統治で犯罪はなくなり、道に落ちている財布を誰も猫ばばしないほど治安が良くなったと言われているの。すごいのだ。ただの説教おじさんじゃなくて実務も超有能だったのだ。有能すぎてクビになる。でもね、有能すぎると敵を作るのが世の常よ。隣の人志という国が孔子の色が強くなりすぎるのを恐れたの。優秀なヘッドハンティングでもするのだ。逆よ。人志の国は呂の王様に美女80人と名馬をプレゼントしたの。わ、美女？そう、ハニートラップよ。呂の王様はこれにまんまと引っかかって美女とのパーティーに夢中になり、政治を放棄してしまったの。王様、ちょろすぎるのだ。孔子はもうこの国はダメだと絶望して国を去る決意をするわ。ここから14年にわたる有名な諸国放浪の旅が始まるのよ。せっかく大臣になったのに美女軍団に負けて無職に役戻りなのだ。世知辛いのだ。まとめ。結局孔子の政治家としての栄光は短かったわ。でもこの挫折と放浪の中で弟子たちと交わした言葉が後に論語としてまとまるの。失敗した後の旅が歴史を作ったってことなのだ。そうよ。50歳からの大逆転は大臣になったことじゃなくて、挫折しても理想を捨てずに生き抜いた姿勢そのものにあるのかもしれないわね。深いのだ。僕も小豆バーで歯が欠けたくらいで落ち込んでる場合じゃないのだ。単純で助かるわ。さて皆さんは孔子のように50歳から人生を変える勇気を持てますか？今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは歴史上の人物に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。歴史人物に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。